大体人って辞めるって決めた後会社の話は聞かないんですよ。入った時って一番モチベーションが高いじゃないですか、その時に辞め方の話をすると一番話聞いてますよ。辞め方がダメな人はその後も活躍しないから、ちゃんと辞めてるやつはその後も活躍してる人が多いですよ。門司社長、僕の部下がですね、本当に優秀で仕事をテキパキとこなす部下なんですけど、最近なんか転職を考えてるらしくて、どうしたら止められますかね。そもそも優秀の定義って何ですかね。仕事の成果を出してくれる部下なんですよ。どれぐらいの期間ですか。まだ入社して1年とちょっとぐらいですよね。僕からしたら優秀じゃないですよね。そうなんですか。優秀かどうかの定義は置いといて、会社として考えたら、成果を出すことじゃないですか。で、会社のその時間軸にもよりますけど、例えば僕だったら、僕は長期的な目標を持ってやってるんで、長期期間の中で、どれだけ成果を残してくれる、成果が高い方がはっきり言って実績としては優秀なわけですよ。だからすぐ辞めるやつなんていうのははっきり言って優秀でも何でもないですよね。別に貢献しないんですよね。なるほど。門司社長が考える優秀な方っていうのはどういった方が優秀だと思いますか。僕の定義としてはだから優秀かどうかっていうよりかは、会社により成果を残してくれる人が貢献者であるし、それが実績じゃないですか。だから例えば1年で10の成果を出してでも辞める人、1年あたり5の成果しか出せないんだけど5年働いてくれる人、単純に10対25だから後者の方が結果優秀だし会社に貢献してくれたっていう話なんですよ。だから時間軸の考え方がちょっとやっぱりいろいろ変わりますよね。でみんなだからすぐ時間軸が短くてもとにかく IQ が高い人を優秀だって言いますけど、僕からしたらちょっとあんまり分かんなくて IQ がどんだけ高くてもとにかく短い期間だったら別に優秀でもクソもどうでもよと。だって成果出してないんだから貢献しないんだから、貢献がその期間しかないんだから、とにかく IQ がどんだけ高くても短い期間しか働けないんだったら別にいらねえと。それよりも別に IQ がそんな高くなくても続けてくれる人の方が会社としては欲しいですという定義をしてるんで、だからそっちの方がいいですよね。もう一つ気になっているのはその部下の転職の理由なんですけど、お給料がやっぱりちょっと成果の割には少ないんじゃないかというところで、別の会社への転職を考え始めたらしいんですけど、もし部下からそういう相談された場合ってどういうふうに対応したらいいですか。給料の条件とか、そういうのっても入社時にある程度明白にあるわけでしょと。で事実情報あるじゃないですか。年間休日何日だとか、どこで働くとか、給料いくらだとか、事実情報で誰が見ても変わんない情報を確認して入ってきてるんだから、たかが1年働いたぐらいで成果の割に給料が少ないと何言っちゃってんのみたいなっていう話ですよね。前提はちょっとその辺は言い方は考えますけど、というかまず大前提としてそもそも辞めることがまず悪いことだとは僕は思ってるんですね。致し方ない理由もありますし、会社の価値観から考えたら当然辞めてほしくないですよ。でもその人個人の人生を考えた時に、例えばじゃあ学卒してから30年間40年間同じ会社で働く人がその人の人生にとってベストな選択かって言われた時にやっぱ考えるわけですよ。だから別に辞めちゃうことは悪くないけど、その人の人生の軸で考えた時にはそういう前提はもちろんありつつも、そもそも人って辞めちゃう理由って大きく分けて、4つかなと思ってて、1つは人間関係ですよね。もう1つはライフイベントだと。もう1つは結果が出せないからだと。最後にだからそのキャリアアップとか給料、条件みたいなのがあるかもしれないですけど、基本まず1つ目でいくと人間関係ですよね。人ってやっぱ居づらくなって辞める。人間関係良好だったらある意味その辺は結構担保されるんで、会社上の人間関係の質っていうのはやっぱり常日頃からケアしておく必要があると。で2つ目のライフイベントって何を言ってるかっていうと、彼女ができたとか彼氏ができたとか、結婚するだとか子供が生まれたとか親が死んだとか、こういう方の時に結構多いわけですよ。こういうのもはっきり言って防げないかもしれないですけど、大体人って辞めるって決めた後会社の話は聞かないんですよ。なぜならば会社から引き止めに遭うんじゃないかとか、どうせ否定されるんだとか、もう辞めるって意思決定した後に大体会社の話とか上司の話聞いてないんですよ。そんなに言ってもあんま意味ないんですよね。そんなことをちゃんと聞き入れられる人だったら事前に相談が来てるんで、だから僕がいつも言ってるのは、その人のモチベーションというか上向きになってる時に、なるべく状態が高い時にそういう話をしてください。事前に下がってる時に何言っても無駄なんですよ。話聞いてないんで。上がってる時とこの高い状態にある時に話をしておく。そういう風になった時にどういう選択をするか。
あと3番結果が出やすいないは、結果が出なかったらやっぱ自己肯定感の喪失とか、自分はいてもあんまり意味ないんじゃないか、存在価値の低下とかがこういう時にやめるんで、これに対しての対策としては評価フィードバック面談とか関係性ですね。上司と部下の関係性の話なんで、3番とは言ってますけど人間関係には近いかもしれないですよね。上司部下の関係性とか、ちゃんと存在価値を認めてあげるっていうことを、仕事の役割だったりとか、面談だったりとか、あなたの必要性だとかっていうのを感じられるようにとか認識できるようにやる、大事だなと思うんですよね。あとはキャリアアップとか給料とかも実際ありますけど、結構割とちゃんと自分のキャリア考えてる人って、いいか悪いか置いといて、そもそも入る前からこの会社3年間だけ働こうとか決めてる人も結構多いですよね。このぐらいの成果出したら次に行こうとか、このぐらい働いたらもう次に行こうとか結構考えてる人実は多いんで、そこはちょっとね、例えばうちも過去なるほどと思ったのは、とある人が求人広告の営業マンだったわけですよ。新卒で入りましたと、5年ぐらい働きましたと、そこそこ成果出しましたと。この人の中で人事やりたいと思ったらしいんですよね。だけどいきなり人事に転職ってやっぱ大手できないんですよ。だから人事経験ない人を人事で取るってなかなかしないんですから、わざわざ人事経験踏むためにベンチャーに転職してきたと。それがうちだったわけですよ。ある程度一定経ったら人事の経験積んだっていう今度経歴書書いて、で大手の人事にジョインしていったわけですよ。そういう人がいるってことですよね。それはもうどうしようもないというか、でもある意味言い方を変えれば、その個人としてはちゃんと計画してちゃんとできるステップを踏んでやってきましたし、ちゃんとキャリアを考えてやってる人もいるっちゃいるんで、それはしょうがないかなと思って。会社を辞めること自体は会社にとっては損失かもしれないけど、個人としては別に悪いことではないとおっしゃっていましたが、最近の会社でいうと10年やってる社員さんより新卒の社員の方がお給料が高いとかっていう現象があるらしくて、っていうのは辞められないためにっていうふうに制度が変えてる会社が増えてるらしいんですね。あまりにもだから辞めないように至れり尽くせりにするっていうのは組織作りの上ではどう捉えてらっしゃるかちょっとお聞きしてみたいなと思います。自分が逆の立場だったらってよく考えるようにしていて、自分が新入社員であればそういうの嫌なんですよね。仕事とかっていうのは自己成長の一つ場であるし、自分の成長をするために行うことでもあるから、成長の機会っていうのはすごい求めるわけですよね。だとしたら変に中途半端に優しくされて中途半端な仕事しか渡されないんだったらやっぱ嫌なんですよ。だからそれこそこのテーマにある優秀な社員を辞めさせないため、優秀というかその成果を出せそうな人を育てるためっていうことで言うと、成果を出す人を子として捉えて成長させたいんだったら、そういう緩いのはやめた方がいいと思うんですよね。僕は考え方的に、例えば3の能力の人を100人会社に残す、仕事があんまりできない人を育てて3の能力が100人いるよりも、はっきり言って10の能力で1人将軍みたいなのがいた方が結果、時間軸で言うと結果出るんですよ。10の人は10の人を育てられる可能性があるんで、でも3の人は3の人も育てられないんですよ。そうやって仕事のできない人を増殖してしまって、仕事ってこんなんでいいんだみたいな人が増殖した結果、会社にとっても良くないんじゃないかと思うんですよね。それこそ逆に個を大切にしてないなって僕は思うんですよ。だって要は別にあなた仕事できなくてもいいですよ、いいです、余計なことしないでください、これだけやっといてくれたらあとはやめないでねみたいな、こんな育て方してるってことなんじゃないかなと思うんですよ。あんまり仕事ができないとか、仕事に対してもめちゃめちゃ意識がレベル低い人を育てるっていうことがいいことなんですかねみたいな。アップルとして考えた時にはそれはないですね。そんな人がお客様に接客してて、あなた接客受けたらどう思いますかって話ですよね。サービス受けたいと思いますかって。僕はお客様に対しても失礼だと思うから、全然ダメな人は改善するように指導しますけど、どうしても改善されない場合はもうやめた方がいいんじゃないですかってはっきり言いますよね。だってあなたのためにもならないし、会社のためにもなりませんと。で僕らはお客様に対するやっぱり、ことがありますからと。あとは最後にですけど、意外と変わってるって言われるのは、辞め方について入社時に研修で話しますよね。それはでもなかなかないですよね。初めて聞きました。入った時って一番モチベーションが高いじゃないですか。その時に辞め方の話をすると一番話聞いてますよ。辞めるって決めてからの時だって話聞いてないんで、
皆さんどういった反応ですか？まあ最初はびっくりしますよね。入社研修で話すことじゃ通常ないと思うんだけど、辞め方についてお話をしますってえってなるけど、まあでもまっとうなこと言ってるんで、なるほどってみんな過去自分そういう辞め方してきちゃったかもしれないから今後ないようにしますとか、まあやっぱだから素直にそこの方が話聞きますよね。ちなみに辞め方についてのお話っていうのは具体的に言うとどういうお話があるんですか？まあ極論人間会社辞めるときに我が出ますよと、人間性出ますよと。でずっといろんな人見てきたけど、辞め方がやっぱちゃんとしてる人はその後も活躍しますけど、辞め方がダメな人はその後も活躍しないから、あなたのために言ってますと。でも本当にそうだと思うんですよ。ずっと見てきてそうなんですよ。だから会社が辞めさせたくないから言ってるんじゃなくてと、前提として辞めることは悪いことじゃないですよって言った後に、でも辞め方があなたのその後の活躍を左右するっていうのがもう実例で僕らの会社の中の離職者のデータからしたら出てるんで、辞め方はちゃんとしましょうねと。辞め方が汚い人はその後行っても同じようにまた別の会社辞め方汚く辞めてたりとか、辞め方が微妙な人はほとんど活躍してる、見たことないですね。ちゃんと辞めてるやつはその後も活躍してる人が多いです。二極化します。でなんでかっていう話になると、やっぱり自己中かそうじゃないかみたいな話なんですよ。辞めるって決まった後はもう自分辞める会社がどうでもいいと。会社に対してもそうだし、周りの同僚に対してもそうだし、俺辞めるから。でもちゃんとしてるやつはやっぱり自分が辞めるけれども今までお世話になった会社だしとか、この会社で学んだことこれがあるしとか、同僚もまだ自分が辞めても残る人もいっぱいいるから、ちゃんと辞めるまでしっかりと自分の役割を全うしようと思って辞めるんですよね。この辺の意識の差はやっぱ大きくて、ダメな人は自己中で自分のことしか考えてない。だけどちゃんと辞める人はちゃんと周りのことも考えられる人だし、そこでやっぱ芯が通ってるんで周りの評価も変わるわけですよ。あの人は辞めるまでしっかりやってくれた人間的にちゃんとした人だっていうのは評価としてあるんですよ。これが地味にジャブみたいにやっぱ効いてきますよね。であとはやっぱり基本嫌なことがあって辞めるっていうのをやめた方がいいって言うんですよ。だから要は最初ってみんなそれこそ新卒で入った時に会社を辞めるっていう経験したことないわけですよ。人生でもそんな多くないはずなんですよ。でも一回経験したことって人間って今度ハードルが下がってくるじゃないですか。だから辞めれば辞めるほど辞めるハードルが下がってくるんですよ。だから辞め癖がつくんですね。辞め癖はつけちゃいけないって言うんですよ。嫌だから辞めるが癖なんですよ。だから嫌だから辞めるっていうのは基本やめた方がいいですよって言うんですよ。嫌なことが来たらちゃんとそれをどうやったら乗り越えるか、逆に嫌なことがあったけどそれを乗り越えた経験実績を作るっていうことを癖づけた方がいいんですと。だからとにかく嫌だから辞めるっていうのは基本的にやめた方がいいですよと。だから辞めるときそういうことで辞めないでくださいと。辞めるときっていうのはもう前向きな選択をするときか決めていた区切りまでやりきることだから、最低限でもだからこの2つどっちかをターゲットにして辞めるときはちゃんと辞めてくださいと。続けるっていうことの素晴らしさがあって、続けるっていう選択肢の癖をつけといた方があなたにとっては多分プラスですよと。大石社長、本日ありがとうございました。改めてになりますが、優秀な社員が離れてしまわない組織づくりというものをちょっとお話聞いたんですけども、そちらのまとめをよろしくお願いします。続けた人が優秀だというふうに定義できるように考え方を是正しながら、なるべくコミュニケーションをしっかりとって、辞めるにしてもなるべく早めにアラートが立つように、常日頃のコミュニケーションを怠らないっていうこと、そして辞め方については従業員がやっぱ聞ける時の場と環境を考えて話すと、いうことが大事かなと思います。このチャンネルではビジネスに役立ちそうな知識、そして現場の様子等々いろんな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもぜひいいねをつけてくれると嬉しいです。ありがとうございました。